可愛いから採用とバカにされた新人が社内コンテストで無双した結果、可愛いから採用されただけだろう。社内コンテスト全問い30分で勘答えしたけど。これは私が新卒で入社した時の話。私は22歳、大手 IT 企業に新卒で入社したソフトウェアエンジニア。入社初日、額に胸を膨らませて会社に向かった。よし、頑張るぞ。しかし入社早々に思わぬ事態が起きた。同期や先輩たちの間である噂が広まっていた。あの新人の女の子、めっちゃ可愛くない？だよな。どうせ顔採用だろ。女は技術職に向かいてないのにな。そんな。確かに私は見た目が可愛いとよく言われる。でもそれだけで採用されたわけじゃない。ちゃんと技術面接も受けて合格したんだ。最低だな、その先輩たち。見た目で判断とか時代遅れすぎ。新人研修が始まった。プログラミングの基礎研修で私は課題を誰よりも早く完成させた。できました。ええ、もう早いな。しかも完璧だ。素晴らしい。アルゴリズムのテストでも満点を取った。でも同期たちの反応は冷たかった。可愛いから講師が甘く採点してるんだろ。だよな。女だし本当の実力じゃないって。そんな、ちゃんとやったのに。ひどすぎる。完全に差別じゃん。研修が終わり、いよいよ配属先が決まった。私は開発部に配属された。配属先の先輩エンジニアは30歳の男性だった。よろしく。まあ新人には雑用から頼むわ。はい、お願いします。それから毎日雑用ばかりやらされた。ドキュメントの整理、会議室の予約、備品の発注、プログラミングの仕事は全然させてもらえなかった。私もコードを書きたいんですが。新人のくせに何言ってんだ。女には難しいコードは書けないだろ。何その決めつけ。完全にセクハラだろ。ある日、会社の主力製品のコードを見る機会があった。それは大手企業向けの EC サイトシステムだった。このコー一目見て分かった。このコードは明らかに非効率だった。商品検索のアルゴリズムが最悪のパターンになっている。ド、これ計算量が ON の2乗になってる。私は勇気を出して先輩に提案してみた。この検索アルゴリズムなんですが、二重ループになっているので商品数が増えると遅くなります。ハッシュテーブルを使えば ON ログ N に改善できますよ。は、新人のくせに何がわかる。このコードは俺が書いたんだ。余計な口出しするな。すみません。プライド高すぎだろ。その先輩。良い提案なのに。それから何度か技術的な提案をしたが、全て無視されるか嫌味を言われるかだった。可愛いからって調子に乗るなよ。女に技術的な話は難しすぎるんだよ。家に帰ってから私は一人で考え込んだ。なんで誰も私の話を聞いてくれないんだろう。スレに書き込むとスレミンたちが反応してくれた。一致。なんでそんなに詳しいの？アルゴリズムとか普通の新人は知らないよね。実は私には秘密がある。私には会社の誰も知らない経歴があった。私は高校2年の時、国際情報オリンピックで金メダルを取った。マジか。情報オリンピックって世界大会じゃん。大学でもアルゴリズムの論文を3本発表した。競技プログラミングのアットコーダーでもレッドランカーだ。なんで会社でそれを言わないの？自分から実績を言うのはなんか嫌で、それに言っても信じてもらえないと思う。どうせ嘘つくなって言われるだけだろうし。確かに見た目で判断してる連中だしな。でもいつか実力を見せつける時が来るよ。その時は思ったより早く訪れた。ある日、会社に激震が走った。なんだこれは。システムが遅すぎる。商品検索に5秒もかかるとか使い物にならないぞ。会社の主力製品である EC サイトシステムで深刻なパフォーマンス問題が発生していた。商品数が増えるにつれて検索速度がどんどん遅くなっていた。開発部、何やってるんだ。早急に原因を調査して報告しろ。先輩エンジニアたちが慌てて調査を始めた。なんでこんなに遅いんだ。
サーバーのスペックは十分あるはずなのに。私はその様子を見ながら心の中で思った。原因は分かってる。2週間前に指摘したアルゴリズムだ。しかし私の提案は無視された。今さら言っても聞いてもらえないだろう。一致。それでも黙ってるの？会社が困ってるんだから言った方がいいよ。数日後、調査は進まず、先輩エンジニアたちは焦っていた。ログを見ても原因がわからない。データベースのインデックスも貼ってるし。私は家に帰ってから独自に動き始めた。会社では使ってもらえないけど、自分で最適化したコードを書いてみよう。私は数日かけて検索アルゴリズムを完全に書き直した。ハッシュテーブルと二分探索機を組み合わせた ON-LOG-N のアルゴリズム、さらに推薦アルゴリズムも最適化した。よし、完成した。私は完成したコードを自分の GitHub リポジトリに公開した。公開設定にして誰でも見られるようにした。いつか誰かが気づいてくれるかもしれない。一致。それいいね。実力を見せつけるチャンスだ。しかし事態はさらに悪化していた。これでは使えない。契約解除も検討する。会社にとって最大の顧客が契約解除を検討し始めた。株価も下がり始め、会社全体が危機的状況に。何週間経っても解決できないとはどういうことだ？申し訳ございません。原因が特定できなくて。緊急の役員会議が開かれた。社長、ここは発想を変えるべきかと。問題は技術力の不足です。特にアルゴリズムの知識が不足している。どうすればいい？社内でアルゴリズムコンテストを開催しましょう。全エンジニアの技術力を可視化し、適材適所に配置する。上位者には昇進と賞金も出します。いいだろう。すぐに実施しろ。翌日、全社員にメールが届いた。社内アルゴリズムコンテスト開催のお知らせ。全エンジニア参加必須。制限時間2時間。難易度の高い6問。1位には主任への昇進と賞金50万円。アルゴリズムコンテスト。私の心が高鳴った。これは実力を証明できる絶好のチャンスだ。一方、先輩エンジニアたちは余裕の表情だった。アルゴリズムコンテストか。楽勝だな。俺たち先輩が上位を独占だろ。あの可愛い新人は最下位確定だな。顔採用の実力がバレちゃうね。私は何も言わず静かに準備を始めた。ついに来たな。一致。情報オリンピック金メダリストの本気が見られる。先輩たち、震えて待てて。その夜、私は過去の情報オリンピックの問題を復習した。アットコーダーの過去と紐解き直した。この日のためにずっと準備してきた。見た目で判断した人たちに実力を見せつけてやる。そして運命の日が来た。コンテスト当日、会議室には全エンジニアが集まっていた。社長と CTO も立ち会い、緊張感が漂っていた。それではアルゴリズムコンテストを開始します。制限時間は2時間。問題は6問です。難易度はアットコーダーの0と1800から2400相当です。0と1800以上は上級者レベル、2400以上は最難関。0と1800、結構難しいな。やばい。俺、そんなレベルの問題解いたことない。それでは開始。全員が一斉に問題を開いた。私も問題を見た。問題1は動的計画法。問題2はグラフ理論。これなら全部解ける。私は迷わずコードを書き始めた。一方、先輩たちは問題を読んで頭を抱えていた。これどうやって解くんだ？問題の意味がわからない。10分が経過。問題1、提出。画面に正解の文字。もう1問正解者が。周りがざわついた。誰だ？もう解いたの？さらに5分後。問題2、提出。問題3、提出。同時陣が連続で。会議室がどよめいた。そして開始から30分。問題4、提出。問題5、提出。最後の問題6、提出。全問正解。30分で全問完答えだと。誰だ？どのエンジニアだ？新卒の女性エンジニア。あの新人だ。嘘だろ。顔採用じゃなかったのか。制限時間の2時間が終了した。結果は衝撃的だった。結果を発表します。1位、新卒エンジニア、スコア600点満点。
全問い正解。しかも最適解で提出。先輩エンジニアスコア180点、3問正解。残りは不正解。圧倒的な差だった。先輩エンジニアたちは3問しか解けず、同期エンジニアたちは1問も解けていなかった。0点だと。俺も0点。新卒が満点だとすぐにこのエンジニアの経歴を調べろ。人事部が急いで私の履歴書を確認した。これ本当ですか？高校2年で国際情報オリンピック金メダル獲得。大学でアルゴリズムの論文を3本発表。アートコーダーのレーティングは2800。レッドランカー。なんだと、そんな天才が我が社に。さらに彼女の GitHub アカウントを見つけました。なんと我が社の EC サイトシステムの最適化コードが公開されています。見せてみろ。 CTO が私の GitHub リポジトリをスクリーンに移した。これは完璧だ。検索アルゴリズムが ON の2乗から ON ログ N に改善されている。推薦アルゴリズムも ON の3乗から ON ログ N に。しかもテストコードまで完備。プロダクションレディだ。いつこれを作ったんだ？コミット履歴を見ると2週間前です。2週間前。パフォーマンス問題が発生した時期だ。なぜこれを会社に提案しなかったんだ？提案しました。でも無視されました。誰が無視した？証拠があります。スラックの履歴です。私は過去のスラックのやり取りをスクリーンに移した。このアルゴリズムは ON の2乗なので改善が必要です。そして先輩エンジニアの返信は新人のくせに何がわかる。余計な口出しするな。なんだと？そう、それはその時は新人の言うことだから信用できなくて。さらに同期からは可愛いからって調子に乗るなとも言われました。あの時は冗談で。結果私の提案は完全に無視されました。だから個人的にコードを書いて GitHub に公開しました。金メダリストの提案を無視するとは愚かな。このコードを使っていれば問題はとっくに解決していた。このコードの性能を測定したところ現在の実装の100倍高速です。検索時間が5秒から 0.05 秒に短縮されます。すぐにこのコードを本番環境に適用しろ。そして社長は私の方を向いた。君、名前は？新卒エンジニアです。素晴らしい。君は我が社の宝だ。翌日、全社員に向けてメールが送られた。新卒エンジニアの主任昇進及び表彰について。君を主任エンジニアに昇進させる。さらにコンテスト優勝賞金50万円に加え特別ボーナス150万円を支給する。年収も400万円から700万円にアップさせてもらう。ありがとうございます。そして私のコードが本番環境に適用された。結果は驚異的だった。検索速度が平均5秒から 0.05 秒に短縮されました。推薦精度も大幅に向上しています。信じられない。こんなに速くなるなんて。契約を継続させていただきます。会社の株価も回復し、むしろ以前より上昇した。一方、先輩エンジニアと同期たちは。先輩エンジニア、君は降格だ。金メダリストの提案を無視し会社に損害を与えた責任は重い。申し訳ございません。先輩エンジニアは降格され、重要なプロジェクトから外された。査定も最低評価となり、ボーナスもカット。数ヶ月後、耐えきれず転職したが、評判が悪く苦労しているらしい。同期エンジニアたちは社内で完全に孤立した。誰も俺と話してくれない。もう耐えられない。退職します。同期たちは半年後に相次いで退職した。一方、私の人生は大きく変わった。主任エンジニアとしてアルゴリズムチームのリーダーを任された。今日の勉強会のテーマは動的計画法です。私が講師を務める社内勉強会は大人気となった。若手エンジニアの技術力が目に見えて向上した。会社の文化も大きく変わった。今後見た目や性別での差別的発言は一切禁止とする。技術力で評価する会社を目指す。ダイバーシティ推進の象徴として私が広報にも登場した。優秀な学生からの応募が殺到するようになった。さらに私の技術力は社外でも評価されるようになった。技術カンファレンスから講演依頼が届いた。本日はアルゴリズム最適化の実践についてお話しします。カンファレンスでの講演は大好評だった。素晴らしい内容でした。ぜひ弊社でも講演をお願いしたいです。会社の技術ブランドも大幅に向上した。
入社から3年。私は25歳で最年少シニアエンジニアに昇進した。年収も1000万円を突破した。君のおかげで我が社は技術力の高い会社として評価されるようになった。君は本当に我が社の宝だ。ありがとうございます。これからも頑張ります。見た目で判断されて可愛いから採用されたと陰口を叩かれていた私。でも社内アルゴリズムコンテストで圧勝し、全てが変わった。国際情報オリンピック金メダリストという実力を証明できた。見た目で人を判断してはいけない。それを身をもって証明できたと思う。最後まで読んでくれてありがとう。みんなの応援が本当に励みになりました。牛をつおめでとうイッチ。最高の逆転劇だった。イッチ、これからも頑張って。